今回は賃貸住宅におけるサウンドバーの設置方法について話をしたいと思います。テレビの音を手っ取り早く改善するとなると、真っ先に浮かぶのがサウンドバーなのですけど、いざ導入しようと思うと意外と悩むのが設置場所なんですよね。特に賃貸住宅では壁に穴が開けられず、壁掛け設置もできないし、かといってテレビ台はスペースが限られている。サウンドバーを買ったところで置きたいところには置けず、せっかくのいい音が活かしきれなかったりもしますからね。ただ、最近はラブリコやスタンドバーといった賃貸で壁面固定できるアイテムもあるので、これらを活用して浮かせられれば、設置の自由度も上がって見た目も良くなるし、サウンドバーとしての使い勝手も良くなるのではないかなと。実際、私はここ2ヶ月ほど色々と試しておりまして、テレビのスピーカーとしてだけでなく、本格的なリビングオーディオとして使ったり、パソコン用のスピーカーとしても使ったり、好きな場所に置けることで色々と便利に使えるようになるとも感じているので、そんな試行錯誤の記録をここに残したい。まあ、スピーカーって置く場所次第で音も全く変わってしまいますからね。賃貸住宅におけるサウンドバーの設置方法として、誰かしらの参考になれば幸いです。それでは行ってみましょう。はい。それでは具体的な設置方法に入る前に、そもそもなぜサウンドバーを使うのかという話をしたいと思います。サウンドバーを使う最大の理由は、圧倒的な設置の楽さにつきます。本格的なホームシアターのようなアンプを用意して、複数のスピーカーを配置して、部屋中を這うケーブルと格闘して、みたいな地獄のような手間がありません。サウンドバーならスピーカーは1個で完結。テレビの前に置いてケーブル1本でつなぐだけ。デスクに置く場合なら左右のスペースもスッキリするし、スピーカー同士をつなぐケーブルも排除できる。ただそこに置くだけでそこそこ良い音が出るというこの圧倒的な手軽さと配線の少なさこそがサウンドバーを選ぶ最大の理由だとも思っています。ただ従来のサウンドバーってとにかく長くて黒いプラスチック素材でいかにもサウンドバーって見た目だったんですよね。テレビの前に置く前提で作られているから横幅も1メートルくらいはあって意外と場所も取るし接続端子も HDMI しかなくて融通も効かない。テレビ以外では使いたくても使えないってのもあったんですよね。そんな中、今回私が使うマーシャルのヘストン60はサウンドバーならではの不満をうまく消し込んでいる。こちら、提供品を使わせていただいておりますので、話半分くらいに聞いてほしいのですが、話半分だとしてもとても画期的な製品だと感じています。まず、このサイズ感とデザイン。横幅73センチとサウンドバーとしては非常に短い。これならテレビ台はもちろん、デスクの上にも無理なく収まるし、でかすぎないので邪魔にもなりづらく、小さいテレビともバランスよく設置もできる。例えばこれ32インチモニターなんですけれども、組み合わせるとぴったり。まさにシンデレラフィット。そしてこの本体の質感とデザイン。黒いプラスチックの塊ではなく、マーシャルのアンプそのもののデザインだから部屋のどこに置いても様になるし、むしろ見せることを前提としている。スピーカーってなるとどうしても黒くなっちゃうんですけれども、このモデルはクリームカラーがあるのも良いところ。白系の部屋、白いデスクとかに合わせられるのも良いと思います。もちろんマーシャルなので音質が良いのは大前提。このサイズでドルビーアトモスに対応しているのはもちろん、競合製品にはない強みが接続性の広さです。HDMI だけでなく、なんと 3.5mm ステレオミニジャックのアナログ入力があり、さらにワイヤレス接続も Bluetooth だけでなく AirPlay、Google Cast、Spotify Connect、Tidal Connect といった Wi-Fi 接続にもフル対応しています。つまりテレビ用のスピーカーとしてだけでなく PC スピーカーとしても単体のオーディオ機器としても機能する。サウンドバーの手軽さとコンポのような拡張性を両立しているのがこのヘストン60なのです。まあサウンドバーの宿命として低音が弱いという問題はあるのですけど、このヘストン60は後からサブウーファーのヘストンサブ200で拡張することもできますからね。これまた高級感のあるレザーの質感でかっこよい。そしてこのサブウーファーはサウンドバーとワイヤレス接続できるので設置の自由度も高い。低音というのは人間の耳では方向がわかりにくいので、テレビの横に置く必要もないし、デスクの足元でも背面でもソファーの横でも邪魔にならない場所に置いておけばよい。そこら辺に置いておいても様になるのがこのマーシャルのスピーカーだとも感じました。はい。それではここからは実際にこのサウンドバーを設置していきたいと思います。まず最初に試したのが一番シンプルかつ安直な方法。デスクの上にそのまま置くというスタイル。モニターの下やデスクシェルフの空きスペースにポンと置くだけ。これ何がいいって見た目が劇的にスッキリするんですよね。モニターの両端にスピーカーを置くスペースを確保するのも大変だし、何より左右のスピーカーをつなぐケーブルが最高に邪魔くさい。
サウンドバーなら1本で解決するので、デスク周りの配線ストレスから解放されるのです。ただ、実際にこの状態で音楽を聴いて作業してみると、あれなんか違うなっていう違和感がありました。デスクの天板やデスクシェルフに直接置いてしまうと、スピーカーの位置が耳の位置よりも圧倒的に低くなってしまう。結果、下から鳴っている違和感がどうしても拭えないのです。さらに一時反射の問題もあり、スピーカーから出た音がすぐ目の前の天板に当たって跳ね返ってしまうんですよね。この反射音と直接音が混ざり合うことで、マーシャル特有のキレのある音がこもって聞こえる。そして音量を上げるほどにデスクも振動しちゃう。あと、私はディスプレイは視線より下に置きたいってのもある。サウンドバーがあることでディスプレイ位置が高くもなってしまいますし、ディスプレイを下げるほどにサウンドバーとディスプレイとの隙間もなくなってしまう。デスクシェルフを使っているならなおさら。そもそもディスプレイの下はディスプレイワークにおけるゴールデンスポット。やはりここにサウンドバーがあるのは邪魔なんですよね。ではどうすればいいのか。音が下から聞こえるのが嫌なら上に設置すればいいし、デスクの振動が嫌ならデスクから離せばいい。というわけで続いてサウンドバーを空中に浮かせていきたいと思います。はい、続いてディスプレイ上にサウンドバーを設置したいと思います。どうやって浮かせるのかというと、そうです、モニターアームを使うのです。サウンドバーは壁面固定ができるので、モニターアームでスピーカースタンドを作るよりも圧倒的に簡単。しかも、よりしっかりとスピーカーも固定ができます。モニターアームで作るスピーカースタンドって、垂直方向固定のアームに水平方向の棚を作ることになるので、バランスを取るのが難しく、あんまり重いものも乗せられないんですよね。ちょっとぶつかるとずれてしまったりして、正直メンテナンス性もよくありませんからね。やってますけどね。モニターアームって本来はディスプレイという重い板を垂直に持ち上げるための道具。サウンドバーなら同じように垂直固定ができる。モニターの代わりに木の板をベサマウントにネジ止めしてそれに固定すれば良いのです。スピーカーの向きも簡単に変えられるし、専用パーツで板にガチガチに固定もできるので、スピーカースタンドのように落ちてくることもありません。で、具体的な手順はサウンドバーのサイズに合わせてカットした板にベササイズの穴を開けて、それをモニターアームの先に固定。そしてその板にサウンドバーの壁掛けパーツを取り付けるだけ。マーシャルの壁掛けパーツは本体に付属しているし、壁掛け専用マニュアルも同封されており、壁掛け位置もこの紙で測れるようにもなっている。板に壁掛けパーツを取り付けるのも非常に簡単なのです。板は以前突っ張り DIY をした時に使った端材。私は自分でカットして使いましたが、この板のサイズならカットして配送してもらっても安いですからね。板を繰り返し脱着できるようにしたいなら、折り目ナットをつければ良いし、見た目にこだわるなら塗装したって良いでしょう。こちらは解体したニトリのダイニングテーブルの端材でも作りました。同じくコンクリート塗装。ベースの黒を活かして塗ることでよりコンクリートっぽくなる。別に面倒だったわけじゃないですよ。あえての雑塗り。重厚感を出したいならちょっと大きめに作っても良いし、スピーカーを浮いたような見た目にしたいなら、サウンドバーのサイズに合わせてぴったりにカットすれば良いかなと。私は自分でカットしましたけど、寸法さえ指示すればホームセンターでも無料でやってくれますからね。折り目ナットは M4 サイズの打ち込み式の A タイプで、長さは 10mm サイズを使っています。1個税込み15円くらいだったかと思うので、4個で100円もしないですね。下穴は 6mm で開けて、ハンマーで叩いて埋め込んでますけど、折り目ナットを初めて使うなら、ねじ込み式の D タイプ。つば付き折り目ナットの方が簡単かなと。せっかく作ったんで、最後に私が作った証をレーザー刻印して完成です。マーシャルのサウンドバーはロゴも操作パネルも向きが変えられるようになっているので、壁掛けしてもかっこよいし、マグネット固定なんで脱着も簡単。むしろ壁掛けした方がかっこよいんじゃないかって気がしております。そしてモニターアーム固定の何がいいって、アームの可動域をそのまま活かせるんですよね。壁面固定と違って耳の位置に合わせてサウンドバーの位置を微調整できるし、サウンドバーの角度や向きも変えられる。板を1枚噛ませるだけで専用スタンド以上の使い勝手が手に入るわけです。私は余っていたエルゴトロンのモニターアームを使っていますが、サウンドバー自体の重量は 2.76kg と軽いので、モニターアーム選ばず固定もできるとも思っています。で、実際に設置してみて音がどう変わったのかって話なんですが、同じスピーカーとは思えないほど、これはもう劇的に変わってますね。デスクから物理的に離れたことにより、天板の反射音や振動によるノイズ、余計な響きがなくなり、マーシャル本来のクリアでキレのある音がそのまま耳に届く。
音の輪郭もくっきりして、空間の広がりも感じられるようになった気がしないでもない。あと、スピーカーの位置が顔の正面に来たのもでかいと思っています。遮るものがなく、ダイレクトに耳に届くだけで音は全然変わりますからね。もちろんデスクの上もスッキリするし、この浮遊感のある見た目も素晴らしいと思いました。はい、続いてサブウーファーもデスクに設置したいと思います。サウンドバーを宙に浮かせて理想的な環境を手に入れたわけですが、音が良くなるともっと迫力が欲しくなるサブウーファーの出番ですね。ただ、このヘストンサブ200の設置場所がサウンドバー以上に悩ましい問題でした。とりあえず何も考えずにデスクの上に置くってのをやってみましたけど、結果はご想像の通り。さすがのマーシャル、低音がものすごく強くなったのでデスクがまさに震源地。ちょっとこれは作業どころではありません。何より貴重なデスクの作業スペースが巨大な箱に占領されてしまいますからね。まあ、ウーファーって床置きが一般的かと思うのですが、デスク周辺の床に物を置きたくはないし、我が家は賃貸住宅。このパワーのあるウーファーを床に直置きするのもためらわれる。そこで私がたどり着いた答えが、デスクの下のデッドスペースに置くという方法。私は自作したデスクシェルフをデスクの下に置いて、デスク棚のようにしてそこにウーファーを置いています。デスクシェルフの足をデスク足と同じ幅にして作ることでデスクの上だけでなくデスク下にも設置できるようにしておいたわけですね。天才ですね。デスクシェルフなんてものは足に板を乗せるだけ。具体的な作り方については以前の動画で詳しく説明しておりますので、よろしければそちらもむさぶり返してみてください。まあ、ウーファーが出す低音には指向性がほとんどないというのは先ほど申し上げた通り。必ずしも正面方向に置く必要はないんですよね。このウーハーはワイヤレス接続ができるってことで場所も選ばない。デスク脇のサイドテーブルに置いたり、背面棚に置いたりしても良い。実際に音を確認しながら好きな位置に置いたら良いとも思いました。はい、続いて壁掛けテレビに合わせてこのサウンドバーも壁掛け設置していきたいと思います。最近のテレビは画質こそ素晴らしいですが、薄型化の代償としてスピーカーの音質はペラペラになりがち。大画面の迫力に音がついていない。このアンブラスさを解消するのがまたしてもマーシャルですね。ただ、ここで問題となるのが、賃貸住宅の壁を傷つけちゃいけない問題。持ち家ならドリルで一発ですが、私はヘッポコ経営者、仮暮らしのフリーランスなんで穴を開けられない。そこで登場するのがスタンドバーという DIY パーツです。これ、石膏ボード壁ならどこにでも木の板を固定できる優れもの。壁に板があれば、その板にサウンドバーを固定もできるわけで、板を介して固定するというロジックはモニターアーム固定と全く一緒です。取り付け方法もそんなに難しいこともなく、板にスタンドバーのパーツを固定して、壁に印をつけるためのパーツを取り付けて、壁に押し当てて壁に印をつける。あとはその印に合わせて、土台をピン固定し、板を上からガチャッとはめ込むだけ。これで強度のあるサウンドバーの土台が完成。あとはこの板にマーシャルの壁掛けパーツを取り付けて、サウンドバーを上からスッと差し込めば完成です。テレビもスタンドバーを使って同じように壁掛けしてるんですけれども、壁掛けテレビだけよりサウンドバーがあった方が見た目が良いっていうよりも、マーシャルだからかっこいいんですよね。まさに壁掛け用に作られたっていうデザイン。ゴールドのロゴにレザー調の質感。一般的なサウンドバーとは違い家電感がない。オーディオ機器というよりおしゃれな家具ですか？もちろん機能面も素晴らしく、テレビとは EARC 対応の HDMI で接続しているので、プレステ5や Nintendo Switch、ブルーレイプレイヤーなどの外部機器の音も劣化なしでデジタル伝送して、このサウンドバーから出力してくれる。もちろんテレビと連動するようにできているので、電源も音量もテレビのリモコンで操作できるし、ボイスモードもあるので、テレビの人の声が聞こえづらい問題も解決。実際に映画とかも視聴しておりますが、画面のデカさと音の厚みが揃った時の破壊力はすごい。こうなってくるとサブウーハーも欲しくなるのは必然ですね。もちろん毎日爆音で映画を見るわけじゃないし、我々のような集合住宅住まいにありがたい機能がナイトモード。大きな音を抑えつつ小さな音を持ち上げてくれるので、深夜でも隣のオタクを気にせず映画にも没入できるようになるのです。ちなみにサウンドバーを直接壁面固定するのではなく、このスタンドバーを使ってウォールシェルフを作り、その上に置くってのもありですね。棚置きなら横に観葉植物とかリモコンを置くスペースも作れるので、部屋の雰囲気に合わせていろいろと試してみたら面白いんじゃないかなとも思いました。はい、それでは最後にリビングオーディオとしての活用方法にも触れておきたいと思います。このスピーカー、単にテレビやパソコンと有線でつないで終わりってだけだと正直ちょっともったいないんですよね。
このヘストン60の真骨頂はワイヤレス接続の豊富さにあります。特に AirPlay 2に対応しているので、もしホームポッドやホームポッドミニを所持しているなら、それらと組み合わせて同時出力もできる。これが熱い。どれだけ良いスピーカーでも、距離が離れれば離れるほど減衰して音は弱くなるわけで、広いリビングだとテレビの下にあるサウンドバー1本だけではどうしても部屋全体をカバーしきれないんですよね。そこで私が実践しているのが、AirPlay を使ったスピーカーの分散配置。ソファーの後ろや部屋の四隅にホームポットを置いてサウンドバーと同時に鳴らす。AirPlay 2ならタイミングも完璧に同期してくれるので、音のズレやエコーの心配もありません。こうすると、どこから音が鳴っているのかわからないんだけど、部屋全体が音で満たされる。そんな不思議な空間も作れるのです。あえて音を直接自分に向けないことで、音圧による圧迫感もなくなるので、音に意識を持っていかれない。音楽を聴くというよりかは空間の居心地を整えるというイメージですね。よくカフェやホテルのラウンジが落ち着くのはこれと同じ原理かと。どこからともなく聞こえる間接音で満たすことで、音がない状態よりもリラックスできて、かつ会話や作業の邪魔をしない。そんな BGM 環境を作ったりしても面白いんじゃないかなと。沈黙に耐えきれず、どうしてもテレビをつけがちな私にもちょうど良い。あと、頭上のダクトレールにホームポットミニも吊るして固定しているので、これをデスクの上のサウンドバーと一緒に鳴らすと、正面から頭上からシャワーのように音に包まれる。まあ、パワープレイでサラウンド環境を作っているわけですが、これがまた違った音になり面白いんですよね。ただ、注意点もあります。AirPlay は仕組み上、データの先読み、いわゆるバッファリングを行うので、映像に対して音が遅れるという弱点があります。これは Bluetooth 接続も同様。ですので、PC での作業用スピーカーやゲーム用途でワイヤレス接続は避けた方が良いかなと。有線で接続するか、私はゲームならイヤホンやヘッドホンを使っちゃいますけどね。まあ、こういった使い分けができるのもヘストン60ならではの強み。用途やシチュエーションに合わせて接続方法を切り替えて最適な方法を選べる。この選択肢の多さと柔軟性こそが他のサウンドバーにはないヘストン60の最大のメリットだとも感じました。はい、最後にまとめです。マーシャルのサウンドバーというおしゃれなデザインを活かすために色々と試行錯誤もしてきたわけですが、リビングだけでなくデスクにサウンドバーってのもものすごくありだと感じました。このコンパクトなサイズ感でありながら、モニター内蔵のスピーカーとは次元の違う音が出ますし、多機能なワイヤレススピーカーとしても優秀。とりあえずテレビの音を良くしたいっていうふんわりとした目的で導入しても満足度は高いんじゃないかなと。後でシアターレベルの迫力が欲しくなった場合も、ヘストンサブ200というサブウーハーを追加して本格的なシステムへ昇格もできるし、ホームポットと組み合わせてサラウンドオーディオのように楽しむのも面白い。この拡張性の高さと懐の深さこそが最大の魅力。一般的なサウンドバーとは違い、テレビだけにはとどまらない。テレビのスピーカーとして買ったつもりが気づけば PC のスピーカーとなり、リビングのオーディオになり、どこでも使えるからいつまでも使い続けやすい。正直、我が家の押し入れにも出番を失って眠っているスピーカーがたくさんありますからね。結局のところ、どんな環境でも使えるか、いかに柔軟性高く使えるか、環境に合わせて適用できることを柔軟に使えるってことも意外と重要なんじゃないかなと。良い音のスピーカーをよく使うわけでもないし、高性能なスピーカーをよく使うわけでもない。生き残るのは変化に最もよく適用できるスピーカーなんじゃないかなとも思いました。というわけで今回はこの辺で、おしまい。